このバインドされたルーン文字、もしかしたら見たことあるかもしれないですね。これは3つのルーン文字を組み合わせて作っています。皆様こんにちは。イノーガニック美獣の和歌子です。今日はですね、先日投稿した動画でルーン文字について解説をしたのですが、バインドルーンっていうやり方があるんですけど、ちょっとそこを動画撮ってたら音声が全く入ってなくってボツになっちゃったので、もう一回そこのバインドルーンの部分を解説していこうと思います。この動画から見てる方もいらっしゃるかもしれないので、ルーン文字について軽くお話ししますと、ルーン文字っていうのは古代の北欧でアルファベットよりも昔から実際に日常的に使われていた文字というふうに言われていて、でちょっとここを書いてみたのですが、ビルドっていう空白の文字含めて25文字あると言われています。で文字には力があるというふうに信じられていて、昔だったら狩りをするための刀にルーン文字を彫り込んで狩りが成功するように祈ったりですとか、あとは叶えたい願いに合わせたルーン文字を紙に書いてベッドの下に置いて眠ったりとか、文字としてだけでなくおまじないとしても使われてきました。実際に皆様が目にしたことがあるルーン文字を紹介すると、こちらよくセーターなどに使われているアーガイル柄です。これも2つのルーン文字をバインドしています。で実際じゃあ何のルーン文字が掛け合わされているかというと、これですね。こちらイングというルーン文字です。イングは豊穣を表す文字で、こちらは牛符です。こちらは愛情を表すルーン文字です。でこの愛情と豊穣を掛け合わせることによって実り豊かな愛であふれる日常になりますようにという願をかけて、この柄をセーターに編み込んだんじゃないかなと思います。こちら Bluetooth のマークですね。ルーン文字を2つ掛け合わせてバインドルーンにしております。このベオークですね。これは母性とか、あとは成長を表す文字です。そしてこちらが剣です。剣というルーン文字は知恵とかひらめきとかやる気という意味があります。なのでこのバインドされた Bluetooth のルーン文字は知識とかやる気とか情熱、そういったものがますます成長していくようにっていう意味を込めて、この組み合わせでバインドしたんじゃないかなと思います。でバインドルーンっていうのは特にルールはなくって、何文字以上組み合わせちゃいけないとか、こういう感じで組み合わせちゃいけないとか、そういった規定は特にないので、本当に自由に自分の発想で好きにバインドさせて自分だけのルーン文字を作ることができます。このバインドされたルーン文字、もしかしたら見たことあるかもしれないですね。結構有名なんですけど、これは3つのルーン文字を組み合わせて作っています。でまず1つ目、こちらですね。これはフェオというルーン文字です。家畜とか財産とかそういう意味があって、努力した成果がこうどんどん発展していくようなイメージです。そしてこちらイングですね。これイングは先ほども出てきたんですが、文字が2パターンあって、この場合のイングとこのアーガイル柄に使われたダイヤモンド型のこのイングと2パターンありますが、どちらを使っていただいても大丈夫です。このイングっていうのは豊穣とか豊かな実りとか満足のいく結果っていう意味があります。これはイスと言います。これは停滞を意味するルーン文字で、停滞をするっていうことはイコール進んでいかないので安定とか、そういった意味も持ちます。なのでこの3つのルーン文字を組み合わせると、こちらの文字ですね。これは自分が自ら努力して得た報酬、豊かな実り、それが安定してここに留まりますようにっていう、ずっと幸せでいられるようにという意味を込めてバインドされています。こんな感じでルーン文字っていうのは組み合わせ次第でいくらでも自分の願いに合わせて文字を組み合わせてオリジナルのものが作れますので、よかったらぜひ皆様も自分だけのルーン文字バインドして作ってみてください。そしてそのバインドさせたルーン文字を
誰か人にプレゼントを渡す時にちょっと端っこに書いてみたりとか、紙に書いてカバンの中に忍ばせて持ってみたりとか、いろんな使い方ができると思いますので、ぜひ自分だけのおまじないを楽しんでみてください。